皆さんこんにちは。 TDSW YouTube チャンネルです。タッチデザイナーで始める GLSL の第12回になります。よろしくお願いします。今回はフラグメントシェーダーお役立ちサイト&ツールということで、お仕事やお勉強に役立ちそうなサイトをご紹介していきたいと思います。リンクはすべて概要欄にありますので、気に入ったものがあったらぜひチェックしてみてください。まず最初はフライトは GLSL トップっていう、これはタッチデザイナーを作っているデリバティブのページなんですけども、もうタッチデザイナーを使っている方なら、ここはよく見ることになるんじゃないかなと思います。タイトル通りですね、GLSL トップの書き方であったり、ビルトイン関数の情報などが入っていますので、例えば TD がついていて見慣れない関数などがあったら、ここを見てみると分かる可能性があります。例えば TD シンプル X の TD がすでにビルトインで持っている関数があったりするので、どんな関数があるのかなとか見てみるといいんじゃないかなと思います。RGB から HSV に変換するとかもありますね。次は、映像音響処理概説というですね、比嘉悟さんの講義資料になります。こちらは GLSL というよりはタッチデザイナーそのものの解説になっているんですけども、とてもよくまとまっているので、かなり勉強になると思います。僕も個人的にワークショップとかをやることがあったんですけども、かなり参考にさせていただきました。ぜひチェックしてみてください。次ですね、これはOpenGL のいわゆるチートシートというやつですね。ここでその GLSL のわからない関数とかがあったら、その名前で検索して使い方などを調べることができます。例えばフラクトとか検索して、かなり小さくなってしまうので、拡大してみるとこの辺にあるみたいな、こういうやつです。次が、docs.gl という、こちらもですね、同じような使い方ができるものなんですけども、例えば同じようにフラクトと検索してどういうふうに使うかというのが出てきます。先ほどのチートシートと比べてどっちが使いやすいか、好きな方を使ったらいいんじゃないかなと思います。続いては OpenGL4 Shading Language Cookbook というやつです。僕が読んだのは多分この1個か2個前のエディションだと思うんですけども、日本語訳も出てます。ちょっと版は古いんじゃないかと思いますが。続いては、動画の中でも紹介したことがあるのですが、The Book of Shaders というサイトです。とても丁寧に解説されていて、その場で実行できるエディターもついているので、とても勉強になると思います。例えばちょっと見てみましょうかね。Shapes。詳細に説明があって、実際にコードがその場で反映されるようなエディターも随所についているので、とても勉強になるんじゃないかなと思います。ここにあることが全てマスターできたら、本当かなり表現の幅が広がっていくんじゃないかなと思います。日本語版もあります。すると日本語ですごいいい感じに翻訳されているので、ぜひチェックしてみてください。続いては、コードライフというですね、これは GLSL のデスクトップエディターですね。ライブコーディングとかそういう用途にも使えるんじゃないかなと思います。ダウンロードはこのページからすることができます。いろいろ使い方のビデオとかもあるので、よかったら見てみてください。でですね、このコードライフ用に高橋慶次郎さんがサンプルをたくさん上げていらっしゃるので、この辺もとても参考になるんじゃないかなと思います。例えばこのコードをコピペしてこう貼っつけるともう動くようになってたりするので、動かすのにちょっと修正が必要なコードもあると思うんですが、こんな感じで挙動が見れるので、とても勉強になるんじゃないかなと思っています。続いて ISF です。以前
ISF を使った勉強法と題しましてご紹介しましたが、VDMX という VJ ソフトウェアのエフェクトを作ることができるシェーダーエディターですね。いろんなエフェクトのサンプルがあるので、これもとても参考になるんじゃないかなと思います。例えば、ここにいろんなエフェクトのサンプルがあるので、こっちでこのコントローラーがついてて、実際に動かしてみることができると。で、左側にはコードがついてて、どういうふうになってるか見れるというものになってます。これは余談なんですけど、これは僕がすごい前に作ったいわゆる連ドラなんですけども、パラメーターがありまして、ここを増やしていくとドラえもんがどんどん増えていくというようなものです。ミラーで反対になったりしますね。いろんなエフェクトがついてると。こういうものですね。もうドメインが変わったんで、もうとっくになくなってるかと思ったんですけども、なんか残ってたので、一応ご紹介させていただきました。こちらにコードもあるので、興味がある方は見てみてください。続きまして、Twitter でつぶやき GLSL というハッシュタグをご覧になった方もいらっしゃるんではないかと思うんですけども、ツイートに収まる長さで GLSL を書いていくというものです。ハイレベルなものが多くて、中には音がついているものとかもあったりしてですね、初心者向けではちょっとないかもしれないんですけども、見ていて勉強になるんではないかなと思います。こちらがですね、そのつぶやき GLSL 用のエディターなんですけども、今マウスで反応しているように、このエディターもインタラクティブに編集できて、ここから、動画に変換できたり、Twitter への投稿も行うことができます。はい、続いて、この WebGL 総本山というのが、先ほどのつぶやき GLSL を作った特撮さんのサイトになります。で、この 2GL アップで始める GLSL クリエイティブコーディングっていうシリーズで GLSL のコーディングについてかなり分かりやすく説明してくださっているので、とても参考になるんじゃないかなと思います。僕も今回動画を作るにあたってちょっと参考にさせていただいたところがかなりあります。すごい勉強になると思います。続いてこちらがシェーダートイというサイトですね。もうとんでもないレベルの作品がたくさんアップされていてですね、とても素敵なサイトなんですね。もちろんここでも作品を投稿することもできます。例えばクリックすると、こっちにプレイヤーがあってこっちにエディターがあるというふうになってます。で、タッチデザイナー関連のその GLSL の質問を見ていると、よくこのシェーダートイからタッチデザイナーの変換はどうするのみたいな質問がよくあるんですけども、なんというかもう高度すぎてただコピペするだけになってしまう可能性がすごい高くて、正直初心者の間あんまり勉強にならないんじゃないかと思うんですね。なので一応勉強用というよりは鑑賞用として今回はご紹介しておきます。最後に GLSL サンドボックスというサイトをご紹介します。ここもですね、クリックしてみると分かるようにですね、オンラインエディター付きのサイトなんですね。コードを修正すると背景のこれが変わるというものになっています。このサイトなんですけど、もうログインもせずにどんどん何でも投稿できてしまうので、シェーダートイをそのままコピーしたものだったり、本当ノイズがとにかく多いというサイトなんですけど、たまに素敵なものもあるなという感じです。ちょっと本当探しにくいので、もし本当にすごい時間があればですね、興味を引くものも見つかるんじゃないかなと思います。はい、以上になります。実は今回が、第1シーズンの最終回になります。また勉強して出直してまいりますので、第2シーズンが開始した折にはまたどうぞよろしくお願いいたします。TDSW では毎月2回程度週末にライブ配信ワークショップを行っています。チケットは PTX やイベントブライトからお求めいただけます。また、Patreon も利用しています。現在こちらの3つのプランがあります。これらのリンクは動画の
概要欄にありますので、よかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。